どうもフィッシャーズのマサイです。サムネとタイトルを見て非常にびっくりされた方、そして気になってね動画をクリックタップしてくれた皆様が今ご覧になられていると思うんですけども、一応ねこれは僕から皆様へご報告しなければならないことなのかなと思い撮影しております。去年2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました。亡くなった原因なんですけども、病気で亡くなりました。どんな病気だったかっていうのはがんです。腎臓がんを患っていたんですけども、片方を摘出したんですけども、それが転移して肺に行って4年か5年ぐらいは闘病してましたね。一応この報告しなければならないというか、僕の意思としてのものをお伝えするとすれば、母親の時も僕はこうやってメインチャンネルで報告させていただきました。これなんでかっていうと、僕の家族、両親フィッシャーズと深い関わりがあるんですね。結構お世話になっていたりとかメンバーによってはあるので、それもあるのと、僕個人で家族の会話をねよく動画でもプライベートでもするんですけど、こうやってご報告しないと、皆様の中にはまだ僕のお父さんがいることにはなっているはずなので、このお話をしない限りねちょっと気まずい空気になってしまうところもあると思うんで、僕としてもね非常にちょっとやりづらいところもあると思うんで、こんな形でねご報告させていただきました。びっくりですよね。すごい表現が難しいんですけども、今すごい素直な気持ちでカメラに向かって話してるんですけど、特に紙とかメモとか用意せずねカメラに向かって話してるんですけども、やっぱり今両親がいなくなったことに対して思うことはやっぱ穴が開いたような感覚ですね。今までそれが普通だった日常から当たり前だった人がいなくなるわけですから、すごい変な感覚です。まずその病気に関して今いつ分かったのかっていうのは、5年闘病したということで5年前発覚しました。2019年にがんがあるよっていうのが分かっていて、これがですねちょうど僕の母親が亡くなった年に判明したんですよね。タイミングとしては非常に最悪なタイミングですよね。やっぱ家族としてもかなり沈み込んでる、なんならこれから母親の分も頑張っていこうねっていうタイミングでお父さんが体調崩して検査したらがんが見つかるっていう非常に最悪な状況だったんですけども、それでもなんとかなるっしょみたいな、結構僕たちテンションとしては軽いわけじゃないんですけど、乗り越えをやり抜いてやろうみたいな結構タフな考えをするような感じなんですけど、でもそれでも共通してね本心を語らないというかシャイな部分が結構あるので、なんていうんですかね、心の中ではやっぱりすごい泣き叫んでるというか、なんでだっていう悔しい思いをね家族全員背負っているわけなんですけども、そこからね腎臓がんの治療が始まりまして、お父さんが腎臓がんを患ったっていうのはメンバーに話したんですよ。これなんでかっていうと、僕のお母さんの時の動画でもですねお話しはしていたんですけども、やっぱり仲間というか友達を超えた人たち、フィッシャーズメンバーは特にもう親友の域を超えたまさに家族のようなグループなわけなんですけど、僕にとってはね言った方がすごいスッキリするんですよね。どういう状況なのか、あとはその心的なアドバイスじゃないですけど、やっぱメンバーなりのケアの方法というか、マサイに対してのね一言いただけるというか、それが僕の中での支えにはなってて、母親の時はですねあえて言ってしまうとメンバーに心配かけてしまうとか、そういったね考え方があったりしたんですけど、これがなかなかにしんどくてですね、その言わないっていうことは自分の仕事的にもしっかり全うしなきゃいけないし、ごまかさなきゃいけないタイミングもいっぱいあるんですね。そういうのもいっぱいあったんで、そんなことしてるなんて無駄だなと思ったんで、だったらもう身内家族とかにはもうお父さんがこういう病気をしているから何があるかわからない、もしそうなった時はちょっと頼る可能性があるかもしれないって感じでね先にもう伝えてあったんですよ。そんな状況で月が経つにつれてですね、お父さんの病状もどんどん変化があるわけですね。腎臓がんだったんで、腎臓の摘出が終わりましたと。で実際手術をしてお父さんのその腎臓を見たんですよね。ステージ2だったんですよ。腎臓的にはその摘出した方がいいっていうレベルで、しばらくして検査したら肺に転移しているっていう。で腎臓の細胞が肺に行くんで結構大変なやつらしいんですよね。肺がんではないんですよ。腎臓のがんが肺に行ってそれを倒さなきゃいけないっていう状況になったんで、これは結構覚悟しなきゃいけないような病気なんですよ。やっぱいろいろ想像するんですよね。母親
が5年間闘病して、だんだんこう体的にも変化があったりとか、状況を理解してるからこそお父さんががんになって転移して、で病気と戦うってなった時にはやっぱ5年後どうなってるんだろうみたいな想像をするんですよね。なんて言うんでしょうかね、ずっと悲しんでても仕方がないっていう話をこれ家族でしたんですよ。病気分かって2年後ぐらいかなに話した記憶がありますね。2021年。それまで確か黙ってたんですよね、家族の中で。やっぱ心配かけるからっていう、僕が反対したんですよ。先に言わないとそのお父さんがいつどうなっちゃうかも分からないし、で病気悪化しちゃってすぐ倒れてしまうみたいなことも、ありえなくもない。がんって本当どうなるか分からないよ病気っていうのをもう母親で経験してるんで、素直にみんなで集まって言った方がいいんじゃないかみたいな会があって、でその相談をですね、僕とお父さん1対1で話したんですよ。部屋に来てもらって、でお父さん側から来て泣いてましたね。お父さんね、泣きながらどうすればいいんだろうみたいな、心配かけちゃうなって、正直どうなるかは分からないって言って、自分いい方向にすればそれはそれでいいし、でもしがあった時はちゃんと就活って言い方は合ってるか分からないけど、そうなった時のパターンも一応考えておいた方が心的にも余裕が生まれるよねみたいな会話をしました、正直にね。でそれに納得いってくれて、だから今は頑張ろうよって、今は楽しもうって話をして、家族会議して、今こういう状況ですっていうのを話しました。ちょうどこう家族が引っ越しますってなった時のタイミングだったから、最大の親孝行をしてあげようということで、母親亡くなってからになってしまったんですけど、家買ったりとか車を買ったりとかいろいろしてあげてましたけど、でも買うことが親孝行の全てではないんで、一緒にどっか行くとか、会いに行くだけでも電話をするでもね、いろいろやりましたけど、でかい家を買ったわけなんですけど、家を買った理由としてもお父さんがどういう感じになっていくか全然わからないっていう状況だったからっていうのも一つ理由としてはあります。もともと住んでたボロボロのお家はそもそも階段もめちゃくちゃ上がらなきゃいけないような家でして、母親の時それ結構苦労したんですよ。やっぱり体が弱っていくと階段の上り下りも相当大変な思いをするわけです。なんならもう最後に関しては自分で歩けないんですよ。階段やめようっていうことで、家探しの時には1階のフロアで過ごせる部屋があるっていう家をずっと探してて、あの家になったりしたんですよ。もう階段使わせないみたいな、その方が楽だろうなと思って、あの時は全然元気でしたけど、2022年は相当元気でしたね。2022年の時がんがですね落ち着いてた時期があったんです。薬が効いて抗がん剤を受けるわけですよ。抗がん剤いろんな薬を試すわけです。いろんなそのがんに対してどういうものが効くのかところをやらなきゃいけないんですけど、もしかしたらその治っていくかもしれないみたいなこともありました。ドクターと話してね、肺をレントゲンで撮影するんですけど、そのレントゲンの影がだんだんなくなってたりとかしてるわけですよ。だからこれ効いてるってことで好調だった時もありました。けどやっぱそれがずっと続くわけでもなく、薬が効かなくなってくるんですよ。美味しそうにご飯食べてたんですけど、急に例えば、戻しちゃって気絶するとかっていうのもありました。救急車運ばれるとかありました。やっぱ体にもね大きな負担をかけてるわけですから、抗がん剤をやめることで緩和ケアっていうのがありまして、がんのその進行に対して体のね痛みとか辛さっていうのを取るような処置をしていくわけなんですね。でそれでだんだんとですね体も思うように動かなくなって、でついには介護ベッドを導入して、で介護士さんとかもね呼んでお父さんケアをするわけなんですけど、その時のケアは非常に、兄弟には助けられましたね。やっぱ弟はもう急遽テレワークにしてもらってとか、ずっとそばにいてもらえるような環境を作ってもらって非常に助かりました。最後まで意識はあった方だと思います。亡くなる 2,3 時間前まではとかは言える、それ以外も言えないような状態でしたけど、会話はできてましたね。ギリギリの。まだお世話になった方いっぱいいるんですよ。それこそお父さんのねお友達とか本当に感謝してます。ずっと心配してた。なんなら自分以上に心配してたかもしれないです。本当にすごい付き合いの長い友達が多いんですよ。お父さんなりに活動してるものいっぱいあったんで。で亡くなる時の最後の会話としては、ちょうど僕がねつけてるこの指輪、この指輪が僕のお父さんの形見、その2時間前にいただきました。亡くなる2時間前。この指輪はですね、お父さんのおばあちゃんがつけてた石のついてるシルバーの多分100年ぐらい
ずーっとつけてきてるような歴史のある指輪です。でこれ一応お父さんに聞いたんですよ。お友達がね、お父さんのお友達がこれ誰にあげるって。即答で兄でした。僕です、マサイです。で妹にもなんかお母ちゃんにあげた指輪があったみたいなんですけど、それがあるっていうのを聞いて、それは妹に言いました。じゃあ音はなるのかって言ったら、すっげえ振り絞った声でないっつって笑ってました最後までお茶うちのお父さんはもう本当にね、そういうのを最後までやるような人でしたね。子供たちが泣いてるとこ見たくないらしいです。なんで笑えって言われてました。ずっと自分が亡くなるとしても笑っててほしい。親としても尊敬できる部分が結構多かったんですよ、お父さんって。もちろん納得いかねえよって部分はそれぞれ親に対する、その子が親に対する部分って絶対ある部分だと思うんですけど、そういうやり取りができるような存在だったんで悲しいですよね。うちのお父さんはよく僕らの活動をすごく応援してくれてる、なんなら大好きで動画も見てくれてるとか、それこそ僕が睡魔っていう曲を出したんですけど、それいつの間にか設定してくれてて、アラームにあれ買わないとつけられないんですよ。買ってたんですよ自分ってね。亡くなる前に申請してたものがあったみたいで、本当にその亡くなった半年ぐらい後に伝えられたことなんですけど、故郷のところにボランティア活動じゃないですよ、寄付することによって作れるものがあるんです。これがですね、井戸です。その井戸、自分の名前と奥さんの名前を取って、で自分が亡くなってもその井戸が作られて完成したよっていうのが半年後に分かるっていう、マジで本当にヒーローですよね。かっこいいなと思いましたけどね、やっぱね。最後までやっぱ人のためにやるような、世のため人のためになるようなことをしたかったような人だったんで、すっごい特殊な両親でした。本当に特殊な両親です。すんごい普通の家ではないです。けど最後はみんな笑顔で旅立っていってるんで、嬉しいのがやっぱ自分の活動とか弟のね仕事っぷりとかさ気にして、やっぱ終始妹を気にしてましたけどね。10代で両親を失う、僕に関してもね20代で両親を失っていますけども、そんなこともねありつつ、自分はこの活動を全うしなきゃいけないんでっていうのは、自分だけでもなくね、兄弟を支えることもそうですけど、やっぱ寂しいですよね。この先を見せたかったですね。フィッシャーズ活動して15周年ですよ。見せたいものはいっぱいあるよな、この先。仕事の成功もそうなんですけども、いつか見せたいよな孫みたいな、いろんな思いがあって今動画を撮っていますけども、以上がお父さんが亡くなったというどういう状況だったのかっていうのをね、まるっとねお話しさせていただきました。改めてこれは言わなきゃいけないなっていうのもあるんですけども、健康診断、がん検診は定期的に受けた方がいいかなと思います。本当に気になる方というか、自分の体を大事にしていきたいと思う方は本当に受けた方がいいんじゃないかと、自分を含めてね。で最後に、だいぶね心配されてるというかコメントでもねいっぱいいただくんですけど、ちくわくんなんですよね。ちくわくんに関してなんですけども、まずね僕のこの撮影してる家マサイハウスにはいません。なんでかっていうと、もう年13歳なんで、チワワの13歳でもう70歳超えなんですよ、人間で例えると。なんで、僕一人なんですよ。この家にいるの一人なんで、例えば、遠征とか外に行く期間があった時に、心配するわけじゃないですか。で外に出るのがなかなか怖くなってくるような年なんです。13歳何があるか分かんない。正直に言うともうちくわくん今耳がほとんど聞こえない状態です。その年で起きるようなね病気っていうのがちくわくんにも始まっているような、なんで僕一人というよりかは実家に預けて、で弟妹に面倒を見てもらった方がいいんじゃないかということで、もともと実家で飼ってたんですけど、実家があまりにもボロボロで寒いしちょっと住み心地悪そうだな、遊んでほしいなということで、僕の住んでるマンションに連れてきて5年間ぐらいお世話してたんですけど、またそこからね実家に戻るということで、お父ちゃんもね元気な時からもうまたちくわくんと遊べる期間もあったわけですし、うちのね新しいお家は庭がついてるんで、そこでねもう遊んだりとかしたりとかねしてたんで、最後までちくわくん見てほしいっていうことで預けてました。ちくわくんとの思い出もまだこれから作っていけるんじゃないかということで、実家行った時とかねちくわの写真を撮ってインスタグラムとかに上げたりするんで、寂しいなと思った人はそっちにちょっと見てもらったりとか、あとはX にも全然上げてたりするんで、セカンダリとかもね多分出すと思うんで、
はい、まあね、おじいちゃんになったちくわくんも可愛がってあげてください。皆さんまだまだ元気です。今でもスーモで遊んでます。ちょっと明るくなるような話で今回は締めさせていただきます。改めてね、最後までご視聴いただきありがとうございます。まあじいさんになってのフィッシャーズっていう歌詞がありますけど、その年になっても、僕らも笑顔で皆さんも笑顔でのような景色が見れるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。完全に自己満足から始まったようなチャンネルでございますけど、そのスタンスはまだ変わりませんけどね、自分たちがやりたいことをやって動画にして届けてるような、ずっとね15年間続いてますけど、またねこれからも、ワクワクするような動画をねお届けできたらなと思うので、いろんな活動ありますけど、特にね動画に関してはもっともっと楽しんでもらえるように動画出していくんでよろしくお願いします。ということで、マサイのね個人的なご報告ご視聴ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。